フィンランドサガの監督務めます薮田修平と申します。よろしくお願いします。フィンランドサガのアニメーションプロデューサーを務めます長谷川と申します。よろしくお願いします。フィンランドサガでキャラクターデザインと創作官をしてます阿比留孝彦です。よろしくお願いします。2期制作発表できたっていうのがまずね結構ホッとしたなっていうところから入って何かを考えるよりかは、もう本当作る方に集中してるっていう。発表まで無事作り始められてよかったなっていう感じですね。そうですね、シーズン1の時間が足りなかったっていう経験があるんで、そのスケジュール感みたいなのは意識しながらやってきたかなって。シーズン1の反響はすごい良かったですね。でもおっしゃる通り本当に海外のファンの反応とかめちゃくちゃ良くて、また国内のファンと全然温度感とか見てるところがやっぱり違うなっていうのもすごい感じて、なんでそういった関わりが持てたっていうのはめちゃくちゃ楽しくて刺激になりましたね。自分結構 SNS 利用してまして、で海外の人とやり取りまではいかないですけど発信してその反応を見ることできるんですけど、放送終わってもう何年か経つんですけど、その熱量もあまり変わらずずっと嬉しいコメントをいただいて、反響の大きさをすごく実感しています。なんかすごいそういう熱量を持続してくれるっていうかっていう感じがやっぱり嬉しいなっていうのはありますね。本当にそういう声にだけ支えられてるって感じですね。基本的には制作のその箱になる会社は変わってしまったけれども、主要なスタッフっていうのは幸いなことに監督阿比留さんはじめですけど、多くのスタッフが引き続き、セカンドシーズンの方にも続投してくれているので、映像的なものの積み重ねみたいな、そのノウハウの蓄積みたいなものがゼロになるっていうことはなくて、むしろ第1期の時に積んできたものが第2期でもきちんと生きているような形の現場にはできたなっていうのは実感としてはありますね。絵を作るスタッフとかは、音響も含めてですけど全然引き続きなんで、そこは全然雰囲気変わったっていう感じはしなくて、でも長谷川さんおっしゃるようにフィンランドに求められるその絵の厚みであったりとか、そういった部分をやっぱり一度経験しているスタッフが多いので、そういったところでのなんていうのかな、分かってるスタッフが引き続き多く加わっていただけたっていうのはすごい良かったなっていうふうに思いますね。基本的にやっぱり見るべきところはチームなのかなっていうふうに思うので、長谷川さん中心に組んだチームで引き続きできるので、そこは全く不安な要素はないですね。最善の方法としてフィンランドサガをなるべく早くかつスタッフが大きな変更がないような状態でやるためにはどうしたらいいんだろうなっていうところで、今回制作会社を変えるという判断をしたというところなので、ネガティブでもなければポジティブでもないんだけれども、ファーストシーズンを楽しんでくださったお客様にちゃんとしたセカンドシーズンをなるべく早く届ける方法はどうすればよかったのかっていうところで、今回やってると思ってもらえるといいんじゃないかなと思いますね。1期をやった体感として、そのキャラクターデザインする上でコントロールできた部分とできなかった部分っていうのがあって、2期でどこまでできるかなって思いながらデザインしたんですけど、話が進むにつれて情報量が上がっていくのに対してアニメのキャラクターデザインをそれに追っかけていくかどうかっていうのをどこまでやるかっていうのがありまして、やりすぎても良くないし、やらないと見てる側の満足度が上がらないんじゃないかなっていう、そのせめぎ合いかなって思っています。序盤とか特にほぼ心情、キャラクターの心情とか内面にスポット当ててるから、より細かい表情とか重要になってくるし、本当にカットごとに
何が必要かっていうふうにカットごとに本当に考えなきゃいけないっていう部分がすごい多いから本当に、アニメーターさんも大変だし、やっぱりそこら辺演出でコントロールする難しさっていうのはある意味1期よりさらに難易度が上がってるところあるかなっていうふうには思う。第1期に比べるとやっぱりキャラクターを描くっていうのがイベントよりもそのキャラクターが何を考えてどういうふうに動くかみたいなところの方が今回の農場編ってすごく多いと思うんですよね。そういう意味でキャラクターそのものの感情の書き分けだったりとかっていうのはより複雑になってきてるなとは思っていて、だからそういう意味でいかにそれを設定だけでフォローするっていうのがやっぱ無理かなっていう。実際、設定っていうものは当然みんなが作業するために作ることは作るんだけれども、その設定に準拠すればいいっていうわけでもなく、やっぱり各シーンだったりカットごとにどういう絵を入れるかっていうのは今も監督おっしゃってましたけど、演出さんだったりそこを担当しているアニメーターの方々だったりの力量っていうものが結構問われる作品にはなってるのかな。アビルさんはそれをまとめ上げていくっていう立場なのかなとは思ってはいるので、キャラクターデザインというよりかは創作感という部分も今回はかなり大きい、比重としては大きいような気はしてますね。序盤は特に事象イベントの展開っていう意味ではすごい緩やかだから、もともと1期をやってる途中から2期をやるとしたらどういうふうなことをするかっていうのをずっと悩んではいて、であまりにもやっぱり昨今のアニメのノリというか展開と全然違うし、扱ってる題材もそうだし物語のペースも違うから、で実際今ある程度音響とかも進んでる状況ですけど、役者さんの芝居とか見て多くのアニメタイトルではやっぱ感じられないような面白さにはなってるなっていうのはすごい感じるから、これは本当にやってよかったなっていうふうに、思ってる。だから今はアニメってその映像にした時にこういう面白さ、こういう見え方をするっていうのは予測していた部分としてなかった部分がやっぱりあって、すごい今はその予測できてなかった面白さのところで楽しんで作れてるかなっていうふうには思うけどね。これはまだそうですね、なんかやってまだ自分は手探り状態かなと思ってそうですね。でもなんかもっと良くなるんじゃないかなって思ってはいるんですけど、ここから終わりまで駆け抜けれたらなってなんかやっぱ手探りって言った直後にもう駆け抜ける話になったでもなんか自分のメンタルがちゃんと安定しないと最後までいけないかなって思ってるんで。今何安定してないの？安定させようとしてるっていうか、平常心みたいな、平常心、はい。それはどういったところで今不安定なの？不安定ではないですけど心がけようかなっていう。ファーストシーズンのラストまでではなく、やはりトルフィンが、アイスランドに帰る、家族と再会するっていうところまでをやらないと意味がないのかなと思ってお受けしたので、今回いろいろな方々のお力添えのおかげで農場編までしっかり作りきることができるっていうことになったので、そういう意味では本当に全48話の「ヴィンランドサガ」を今作ってる最中という気分でやってますかね。皆さんも楽しみに待っていていただけたらなと思います。1期経験しての2期っていうのがあって、その1期の時はやっぱ結構原作を一生懸命追いかけたっていうか、そういう気分だったんですけど、2期はなんか薮田監督を追っかけてるっていうか、どういうことをしたいかっていうのを理解するまでに少し時間かかって向き合ってるのが監督だなっていう実感があります。隣に座ってるんですけど、会話する時もあれば機嫌悪そうな時はもう声かけれないんででもどういうこと考えてるのかなっていうのは
意識しながら、多分創作官の自分もそうですけど、各スタジオにいるスタッフもみんな同じなんじゃないかなとかあって、やっぱそれって一期を経験したメンバーだからっていうのがあると思って、そこに答えがあるんじゃないかなって思ってやってます。今農場編を連載してたのは多分10年以上前だと思うんですけど、当時は自分も一読者に過ぎなかったし、池村さんすごいいいものを描いてるなっていうふうにやっぱり1期のアニメ始める時もそうですけど、やっぱり2期を自分が農場編をアニメにするっていうふうな想像もしてなかったし、どんなものになるかも作りながら驚いてるような状況なので、本当にどういうふうな体感のシリーズとしてどういう体感のものになるんだろうっていうのはすごい今もドキドキしながら作ってますけど、でその中でやっぱり時代が移り変わってきた中でまたキャラクターの見え方とかそういった部分を改めて今の時代でどう描くかっていうところ、やっぱり時間の空いてる作品なんで原作連載当初と、だからそこをすごく意識してるし、やっぱり暴力っていうものにどう向き合うかっていう部分がすごく深く描かれてる、作品なので、こういった作品でそういったメッセージを扱うっていうことに少しでも意味が生まれればいいなっていうふうにはやっぱり思ってやってますね。細かい変化っていうのは多いかもしれない。一期の時よりも全然多いよね。やっぱりなんかその心情を描くっていうウェイトがすごい大きいから、なんかそのままやるとなんか思ってたような感じ方にやっぱりならなかったりとかして、自分が読んだ時の体感にならないなっていうところでまたいろいろ調整して、でそれを雪村先生とアフタヌーン編集部さんに確認取りながら進めていったので、そういったいろんなアイデアっていう部分を楽しみにしていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。